はい、ジェイカムです。今回はフォレスターのタイヤ交換とタイヤの保管方法を紹介したいと思います。私は2020年10月、屋根付き駐輪場を作りました。家を建築して12年経って玄関横に設置しました。家の印象、使い勝手が大幅に変わりました。現在はこの駐輪場にフォレスターのタイヤを保管しています。それではフォレスターのタイヤ交換を私がどのようにしているかを紹介したいと思います。駐輪場にはタイヤだけでなくタイヤチェーンも置いています。タイヤ置き場にしていますが、人が通れる幅は確保しています。黄砂や花粉で汚れるのが嫌なのでカバーをしています。このタイヤカバーはタイヤラックに同封されているものを使っています。私はカーショップで3000円を払ってタイヤ交換をお願いしています。お店のいい点はタイヤを袋で包んでくれるので、きれいに保管・タイヤ移動ができることです。これはアイリスオーヤマ製のタイヤラックカバー付き RV 車用 KLT710C というものです。幅71センチ、奥行き45センチ、高さ144センチになります。耐荷重は120キロで、Amazon タイムセールで3623円で買いました。現在 Amazon で4771円となっています。タイヤを袋で包んでくれているので汚れずに運ぶことができてとてもいいと思っています。実際フォレスターにどのようにタイヤを置いているか見ていきましょう。フォレスターにはタイヤ2個を縦積みにしても問題なく搭載することができます。そして3個目のタイヤも問題なく荷台に乗せることができました。タイヤを運んだ後のカーラックになります。カーラックだけを見ると4個もタイヤを乗せているようなものに見えません。駐輪場に問題なく置けているので、これからもこのような保管方法を取ろうと思っています。それではカーショップへ行きましょう。私の冬用タイヤを少し紹介します。タイヤ交換をお願いしているお店で約10万円で購入しました。タイヤ交換をするときは朝一で来ます。そうすることで4、50分でタイヤ交換が終わるので、1日を無駄なく過ごせると思っています。その4、50分で店内のいろいろな商品を見て回ります。今回は子供が大きくなって荷物問題が発生しているので、購入予定のルーフキャリアをいろいろ見て回りました。はい、久しぶりにフォレスターの e ボクサーのタイヤに交換されました。私はこの e ボクサーのタイヤホイールがとても好きです。気に入っているところはタイヤホイールが水平にカットされているような形状になっているところです。
最後に雨が降った時のタイヤ置き場を紹介して終わろうと思います。雨が降っても通常の雨であればコンクリート部分はそれほど濡れません。全面スクリーンにすることで横殴りの雨にも対処でき、タイヤは全く濡れない状態になっています。私は愛車のフォレスターの紹介動画や、フォレスターに搭載しているタイヤトーンの音質紹介動画、在宅勤務環境の動画やガジェット動画、またキャンプや旅行の動画を作っています。気に入ってくれたらチャンネル登録をよろしくお願いします。